はい。まずはね、ちょっと軽く部屋のコンセプト的なのを話しておこうと思うんですけど、基本は物はあんまり置かないを意識しています。あんまり物が多いと集中力が切れちゃったりとか、頭の中がごちゃごちゃする感じがあるので、基本的には物を少なくしてスッキリさせるのを意識しています。それではね、一つずつ紹介していこうと思います。まずこれがいつも使ってるプリンターになります。これはエプソンの PXS5010 っていうプリンターですね。これでだいたいアナログイラストの線画を水彩紙に印刷したりとか、その他もろもろの印刷物を印刷したりしてます。ちょっとね、大きめのサイズなんですよね。A4 よりちょっと大きいサイズぐらいの紙を印刷できるモデルになってます。顔料インクプリンターなので、水彩紙とかに印刷しても水に滲むことなく塗れます。下の段がコピックの収納になります。ここからここまではコピックで、ここがプリンターのインクをしまってて、で、ここからここまでがこんな感じで色鉛筆を収納しています。で、この上の段はコピックのバリオスインク、ビッグインクとかをこんな感じで収納してます。入れ物は無印のアクリルケースを、4つ買って使ってます。で、この目隠しはなんか前の家にいた時にこのボードを買ってきて自分で作ったものです。続いてこの一番下の段はこの無印のバスケットの中に紙類が入ってます。結構乱雑に入ってて、これはなんか普段使う水彩紙とか色紙とかが入ってます。これが原画のファイルになってますね。こんな感じで原画が収納されてます。こんな感じ。で、あとは、スケッチブックだったり、クロッキー帳だったり、この奥にも若干水彩紙とかが入ってたりします。この奥にも小物ケースが若干あるんですけど、この辺はお薬とかが入ってます。はい。で、これが画材の収納ケースです。これは IKEA で買ったものですね。1段目がこんな感じで、アクリル絵の具が結構雑多に入ってるっていう感じです。なんかあんまり並べずに、こう、ぐちゃっと入れてる方が取り出しやすかったので、このスタイルになりました。で、その下がこんな感じで適当な雑貨たちが入ってます。これは紙のサンプルが入ってたり。あんまりね、入れすぎるとなんか何が入ってるのかわからなくなっちゃうので、このくらいのスッキリ感に留めておいてます。で、その下がこんな感じでオイルパステルが入ってる場所になります。なんか100均のなんかこういうちっちゃい箱を買ってきて、なんか色ごとに分けたりしてます。最近あんまりオイルパステル触ってないから、ちょっと触りたいなっていう気持ちがありますね。色ごとにこんな感じで分けてあります。4段目はこんな感じで、ここも雑多なんですけど、基本的には水彩のものが入ってます。これはなんかいつか使おうと思ってるアクリルブロックです。なんかこれにアクリルでお絵かきしたら楽しいかなっていうのでちょっと買いました。で、ご夫婦さんからいただいたアクリルマーカーです。なんかこんな感じで入ってます。好きだから使いたいなっていう気持ちはあるんですけど、なんかまだあんまりこういう明るい色をハイライトで使うぐらいしかできてないから、
なんかアクリルマーカーを使った作品描きたいなと思います。で、これが色見本とパレットです。パレットはなんか100均で買った、なんだっけ、アクリルスタンドを入れるケースみたいなのがすごい薄くてコンパクトでいいなと思ったので、それを買って、ハーフパンのさらにちっちゃいハーフパンを買って、そこに絵の具を詰めて、こんな感じで入れてます。で、この辺のね、青系の色がもう暗くて何色かわかんないので、この色見本を見て色がわかるようにしてます。あとは、この辺は、色別に水彩絵の具がちょっとざっとに入ってるっていう感じですね。で、これは、普段使ってる筆と、こっちがなんかストックの筆で分けています。これはなんか水彩もアクリルも結構ごっちゃになって入ってます。この筆入れはなんか小学生の時に持ってた絵の具セットの筆入れだった気がする。5段目は、この雑多なんですけど、ペン類なんかミリペンとかホワイトとか、なんかそういうものが入ってます。あとは、なんか日本画描くときとか、絵の具使うときになんかあったら便利な小皿とかが入ってます。この奥はご夫婦さんからいただいた固形水彩とか手のひらペーパーの余りがまだちょっと入ってます。で、この最後の引き出しが、ここもより雑多というか、なんか水張りに使う時のテープとか、なんか掃除用具だったりとか、瓶とか、水入れ瓶とかが入ってます。好きな作家さんのステッカー、耐水のステッカーを貼ってます。かわいい。あとはなんかジェッソとか、メリウムとか、そういうのも入ってますね。なんかスプレーは多分横にしない方がいいと思うんですけど、ちょっと入れる場所がなくて仕方なくここに入っています。ちょっと目立ちにくいところにあるんですが、私の好きな犬川家子さんのカレンダーです。今月は8月。絵柄がすごく可愛くて気に入ってます。ここがアナログの作業をする場所になります。で、このマイクは配信をするときによくこうやってこの辺まで出して、ここに、画材とかを置いて配信をしてます。で、普段こう撮影とかもいろいろしたりするので、この辺はほとんど何も置かないようにしてます。いろいろ置いてしまうとちょっと作業スペースが少なくなったり、気が散ってしまうことがあるので、なるべくこの上には何も置かないようにして、すっきりさせるようにしてます。すっきりさせすぎもちょっと寂しいので、ここはなんか好きな作家さんのポストカードとか、好きな VTuber さんのアクリルブロックとか原画なんかを飾ってます。あんまりね、ごちゃごちゃしすぎるとちょっとスッキリ感がなくなっちゃうので、本当にお気に入りのものだけを飾るようにしてます。こちらは、以前案件でね、いただいたデスクライトになります。このね、なんかカーブがすごい可愛くて気に入ってます。なんかおしゃれだよね。これがあるだけでちょっとデスクがおしゃれになった感じがして、すごくお気に入りです。ここがだいたいいつも動画編集などをして座っているデスクの前の景色です。パソコンは iMac を使ってます。で、このマグカップは以前マティス店に行った時に買ったマグカップです。だいたいこれで毎日お水なり紅茶なりを飲んでいます。で、これはなんか作業をするときにカウントダウンとかカウントアップとか、主にこれはカウントアップタイマーが使いたくて買ったんですけど、なんかあんまり時間を気にせずに絵を描きたいときとかは
カウントアップタイムを使って作業するようにしてます。ここがデスク横のラック収納になります。ラックはね、IKEA で買った白いオープンラックを使っています。上からね、紹介していきたいと思います。一番上のね、この素敵な原画は私が今年の2月に買ったゆうたよさんの原画になります。前まではね、ちょっとデスクの上に置いてたんですけど、作業するときに絵の具で汚れたりするのがちょっと嫌だなと思ったので、上に移動しました。ゆうたよさんとはね、Vlog 上げたりとか、その他コラボ動画なども出しておりますので、よかったらぜひご覧ください。続いて下の段ですね。これはなんか完全に趣味のコーナーみたいな感じになってます。好きな本置いたりとか、ぬいぐるみとかフィギュアとかオブジェとか、ポスターだったりをいろいろ置いています。このモンステラはフェイクグリーンなので、なんかこの辺にいてもらってます。あまりね、私植物育てたりとかが上手じゃないので、とりあえず緑が欲しいって思って買った子なんですけど、意外と可愛くて気に入ってます。で、この下のフィギュアはポップマートで買ったニョタっていうシリーズのフィギュアです。めちゃくちゃ可愛いよね、これ。すごくお気に入りで飾ってます。で、この横にあるのがフーさんという作家さん。フーさんでいいのかな？ FU と書いてフーさんのオブジェです。いつだろう、1年とか2年くらい前に買ったオブジェです。かわいい。で、これは結構だいぶ前に、4、5年ぐらい前に買った謎のぬいぐるみです。この子すごい可愛くて一目惚れで買ったんですけど、めちゃくちゃ気に入ってます。この裁縫がちょっと雑な感じ、なんかわざとこうなんかちょっとぐちゃっとしてる感じの縫い方になってるんですけど、それがすごい気に入って大好きで、よくここに置いて作業を見守ってもらってます。これは私の大好きな画家のピエール・ボナールっていう画家がいるんですけど、その洋書ですね。以前ちょっとプレゼントをしていただいて、表紙がすごく気に入ってるのでインテリアになってもらっています。で、少し見えづらいんですが、奥にあるのがお茶みそさんという作家さんのリソグラフのポスターになります。星モチーフが可愛くてお気に入りです。じゃあ次下行きましょう。3段目はこんな感じで、なんか普段使うものが置いてあります。一番右がレターケースで、ここがよく使う本たちで、これが、よく使う文房具とかが入ってます。このレターケースの一番上はノートがあるんですけど、こっちの青いノートが読書ノートで、読書した後に気になったところをメモしたり、自分の考えを書いたりしています。これは家子さんのアクリルキーホルダーです。かわいい。で、こっちがなんかお仕事とかなんか創作活動の時によく書いてる何でもノートになります。なんか結構乱雑に書いているようなノートですね。これもなんか表紙が寂しかったので、家子さんのステッカーとなんか100均で買った星のシールを貼ってます。で、この横に入ってるこれは
なんか読書ノートを書くときに本を広げたいので、本を広げるための文鎮です。なんかカモメみたいな形でかわいい。こうなんか広げて置いておける、結構重さもあるので、広げて置いておけるので結構重宝してます。で、ここが通販とかでよく使っているものが入っています。1段目はちょっと汚いんですけど、シールとかハサミとか小物系が入っています。で、2段目はなんか OPP 袋とかが入ってます。なんか私はよくサイズがわかんなくなるので、この上にメモを残しています。3段目も大きめの OPP ですね。だいたい英語と B 語が入ってます。で、これはサンキューカードの予備が入ってます。今通販中なので、ぜひ見てみてください。4段目。ここはラベルシールとかが入ってます。宛名を印刷したりとか、なんかタグシール作ったりするときに、このシールを取り出して使ってます。で、一番下が、ちょっと開かないんですけど、コピー用紙が入ってます。で、ここは、普段からよく読む本だったりとか、なんかすぐ手に取ってみたい本たちを厳選して置いています。雑誌だったり、画集だったり、技法書とかも置いてあります。これは、なんか文房具が入ってます。これはなんか、ゆうたよさんの動画を見て、くるくる回るのいいなと思って、真似して買いました。真似して買ったんですけど、私あんまり物を外に出しておくのが好きじゃないなっていうことに気づいて、ちょっとこれは普段使うものっていうよりは、なんかアナログで絵を描くときとかに一時置きしたい用のペン立てに使ってもいいなとちょっと思ってます。これは一旦なんか入れるところがないので、普段使う文房具たちをここに一時置きしてます。で、この一番下の段は、スキャナーを置いています。なんかちょっと大きくて生活感が出るものなので、一番下に置いてちょっと生活感をなくすようにしてます。使ってる機種はエプソンの GT-X830 というスキャナーです。結構前にアナログ絵描き界隈でちょっと流行ったスキャナーなんですけど、結構綺麗にスキャンできるので気に入って使っています。ちょっとね、今はね、もしかしたら売ってないかもしれないです。ちょっと大きいんだよね。でもいつもこれで原画をスキャンしてます。はい、最後、机の下の収納の紹介をします。これはIKEA で買ったメッシュの引き出しになります。開けるとこんな感じで、1段目はね、ノート類が入ってます。ノートとか手帳とかが入ってますね。これはシステム手帳と、あとちょっと間になんか操作方法とかがわからなくなった時用にメモしているノートです。で、これがスケジュール帳、今年のスケジュール帳ですね。これを使ってます。大体これで絵のスケジュール管理とかをしてます。で、これがなんか好きなものをまとめて言語化するノートみたいなの
変なちょっとコンセプトのノートなんですけど、なんかこう好きなものの解像度をすごく上げたいなと思って最近作ったノートです。限定のデザインが可愛いよね。すごいお気に入りです。この一番下にあるのがモーニングノートとして使っています。朝起きた時に一番最初に開くノートで、今日は何しようかなとか、なんか思い浮かんだことをまとめてメモするノートになってます。なんかね、365ページ ?366 ページかな。なんか1年分のページがあって、が1冊に収まってて、書きやすいノートです。で、これが、なんかメモ帳とかが入ってるポーチです。このポーチは結構前に自分で作ったポーチです。なんか余ったので使ってる。なんかこんな感じでシステム手帳のなんかリフィルとかも入ってます。で、この2段目がなんかガジェットがいっぱいいろいろ入ってるコーナーです。結構片付いてなくてごちゃっとした感じでむき出しで入っちゃってるんですけど、なんかおいおいガジェットポーチか何かを買って整理したいなと思ってます。で、一番下はここもなんかあんまりコンセプトはなくて、メガネケースと、あとちょっと読みかけの本が入ってたりとか、あとはなんかウェットティッシュが入ってたりします。ここもちょっとなんか適当すぎるから、もうちょっと意味のある引き出しにしたいなと思ってます。はい、そんな感じでお部屋の紹介でした。あんまりね、物がないから参考になる部分はないような気がするんですけど、何かこう見ていって気になるものなどございましたら、コメントなどしていただけたら幸いです。それではご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。